안녕하세요, 른바입니다.こんにちは、ルンバです。今日は、前回の動画で最後ちょっと話してたんですけど、韓国語の勉強の仕方について、お話ししていきたいと思います。ずっとね、取らないとって思ってたんですけど、まだ取れてなかったので、私がしてる勉強の仕方について話そうと思って、今日動画を撮ってます。私はですね、今5級の勉強をしてるんですけど、最後が6級なので、一応5級からは上級っていう感じなのかな。でも自分ではあんまりそういう感じはしてないんですけど、5級から勉強してて、2級の時は一度も1番を取ったことがなくって、でただ3級で1番で4級も期末頑張ってトータルで1番をいただきまして、1番取ったら動画出そうかなって言ってて、ちょっと5月中に取れなかったので、今6月になって取っているっていう感じです。2番になったら2番が教える韓国語の勉強法っていう風にするからみたいな感じで冗談で話してたんですけど、頑張って1番を取りましたので、1位が教える勉強法ということで、今日は話をしていこうと思います。って言ってもそんなに長く話すつもりはなくて、なるべく短めに、10分8分から15分以内ぐらいに収まる動画でいこうかなと思ってるので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではレッツゴー。忘れないようにメモしてきたんですけど、メモももう4つぐらいしか書いてなくて、もう本当に簡単にお話しするんですけど、まず前提として韓国語とか、その語学勉強をする時に何を目的にするのかっていうのを明確にすることが大事だと思います。これはポイントでもなくて、もう前提としての話なんですけど、例えばアイドルが好きだからアイドルの喋ってる言葉を聞き取れるようになりたいとか、現地に旅行に行った時に現地の人と話普通にスムーズにできるようになりたいとか、あとは韓国の大学に進学したいとか、いろいろあると思うんですけど、その目的を明確にすることが大事だと思います。っていうのも目的によって多分勉強法とかも変わってくると思うんですよ。韓国語の検定を取りたいからトピック対策をするのか、それとも現地の人と会話できるようになりたいから会話メインでするのかとか、その力を入れるところが違ってくるので、もちろんね全部できたらいいんですけど、独学で勉強する方とかは特にその目的を明確にしていた方が、どこに力を入れるっていうのとかがはっきりして、目的が明確になることで自分が取り組むものも明確になると思うので、そこの目的をしっかりすることが大事だと思います。今日話す語学堂で1位を取るためにはこういうことをしたらいいんじゃないかなって私が思うところをお話ししようと思います。全然独学する人にも通ずることだろうと思うので、参考にしていただければいいかなと思います。でですね、私が勉強する時に本当に主に気をつけていることはもう3つぐらいしかないです。まず1つ目、単語をしっかり勉強する、もうしっかり覚えるっていうことを本当に意識しました。単語ってもう本当に大量にあるし、実際2ヶ月半ぐらいしか1学期って期間がないんですけど、その中で400って言わないんかな、400個ぐらいの単語を2ヶ月ぐらいでだいたい詰め込むんですよね。なのでもう本当に単語って大事だなと思って、その単語一つ分からなかったらその問題の文章がもう全然読み取れないわけですよ。文法分かってても、なんだこの単語どういう意味だみたいな感じに本当に陥ってしまうし、本当は落ち着けば分かる問題でも一つその自分の知らない単語があるだけでちょっとパニクるんですよ。でどうしよう分かんない、どうしようってなって
なんかもう次の問題とかも焦っちゃって、もうゆっくり考えれば絶対わかるのに自分の気持ちだけで焦ってしまってみたいな形になるので、もう本当に単語はもう一生懸命詰めました。私は本当に最初来た頃は夜中の3時とかまで勉強して、で朝7時に起きて、7時だったかな、7時ぐらいかっていう生活とかだったので、でもだんだんね、その勉強していったら韓国語にも慣れてくるし、例えばなんか漢字から来てる韓国語とかはなんかね、日本語に通ずるものとかがあって、学校って発教って言うんですけど、発教の文字がこちらですね。で今のが学校で学生とかだったら、学って漢字で一緒じゃないですか。学校の学と学生の学って、韓国語も一緒で、発教と白線の白って一緒なんですよね。なんかそういうその文字の作りとかまで意識すると、なんかもうスッて入ってくるんですよ。なのでそういうなんか漢字からこれ来てるんだなみたいなのとかも覚えておくと、なんとなく想像がつくと思います。なのでこういうのを意識しつつ、もう単語をとにかくしっかり入れました。私はいい点数を取るために。まず単語を勉強するって感じ。私はテスト勉強とかする時も単語を勉強してしっかり入れて、その後に文法をもう一回チェックしてみたいな感じにします。はい。次に文法を勉強するんですけど、2つ目、意味だけじゃなくて使ってはいけないもの、この文法ではこの語尾を使ってはいけませんみたいなのがあるので、なんかそういうものを一緒に意識して、覚えることが大事です。例えば4級で習ったもので言うと、なんとか満君っていう文法があるんですけど、これは何々なぐらい、何々な分だけみたいな、その程度を表す文法なんですけど、これと同じようになんとかジョンドっていうそれも同じ意味で何々なぐらいっていう文法があるんですけど、満君っていうのは文末に使っちゃダメなんですよね。でもジョンドっていうのは文末に使っていいんですよ。なので例えば배가 고파서 죽을 정도였어요。お腹が空いて死ぬぐらいでしたって言ったんですけど、今のはジョンドなので文末に使って OK なんですけど、ここに배가 고파서 죽는 만큼이었어요っていうのはダメで、なのでこの文法はここでは使っちゃダメみたいなところを先生が教えてくれるので、そこを重点的に文法の勉強するときは意味と一緒に覚えるっていう感じ。覚えるって言ってもう全部なんかこれはダメこれはダメって書いていって覚えるっていう感じではなくて、ここは命令形で使っちゃいけないから命令形は×みたいな感じで問題を解きながら意識して解いていくと頭にも入るので、そこを注意して勉強するといいと思います。はい、あと最後なんですけど、多分皆さんも勉強しながら難しいなと思っている点ではあると思うんですけど、パッチムですね。パッチムは、最初は多分難しいと思うし、あれこれどういう変化するんだったっけってなると思うんですけど、パッチムもそれぞれ規則性があるので、そこを覚えるともう本当に勝ちって感じです。もう勝ち組です。正直2級と、3級ぐらいまではパッチムの変化をしっかり分かっていれば他と差がつけれるっていう感じです。他の人は結構パッチムのところで間違えるので、私はなんか早い段階でそれに気づいたんですよね。授業を受けてる時に、みんなパッチムはやっぱ引っかかるし、私も難しいと思うところなので、自分も難しいって思うってことは他人も難しいはずなんですよ。なのでそれに気づいてからはパッチムの規則性をすごい意識して、問題を解くようになりました。パッチムっていろいろ種類があると思うんですけど、それぞれね変化があるので、全部の単語を覚えるというよりは、なんか動詞のピユ不規則、動詞の詞不規則とか、
あと形容詞の PU 不規則とか、そんな感じでちょっとカテゴリー分けて、動詞、形容詞の不規則っていう感じで分けて勉強するとパッチムも完璧になると思います。という、基本的に勉強してる時気をつけるのは本当にこの3つぐらいです、私は。あとはどれぐらい自分がそれに対して努力できるかっていう感じだと思ってて、だから正直私が今メインでお話ししたのは、筆記というか語学堂のテストメインのお話なのでちょっと当てはまらないなっていう人もいると思うんですけど、私が一番苦手だなと思うのはやっぱドゥッキなんですよね。聞き取りが苦手だと思ってて、それは多分私が普段の生活で、韓国人の友達というより日本人の友達の方がもちろん多いので、その人と話す機会が多いし、で最近その韓国ドラマとかも見れてないんですよ。主に YouTube 見てるって感じなのでね、そこは本当にドゥッキは韓国ドラマで絶対いける。マラギはね、やっぱ話していかないと難しいと思うんですけど、スギ、イユキ、ドッキまではもう絶対自分でできると思う。あとはマラギはもう話せる人を見つけるしかないっていう感じ。でもね、正直聞いてて自分で練習してたら発音もすっごい良くなると思うんですよ。私の友達に中国人の子がいるんですけど、その人めっちゃもう発音上手くて、それはなんでかっていうと韓国ドラマをめちゃくちゃ見てたらしくて、なので耳で聞いて言う練習を、自分でやればマラギとかも発音も良くなるんじゃないかなと思います。私は発音に関しては本当にまだまだだなと思うので、韓国ドラマを見らないといけないなっていう感じです。はい、一緒に頑張りましょう。はい。それがなんで1位がもう本当に必要だったかっていうと、私の学校建国大は1位になると奨学金がもらえるんです。なので1位しかダメで、この間私がサイとかエスパとかを見に行ってた大学の方は3位まで奨学金がもらえるんですよね。なので3位以内でもいいと思うんですけど、私の学校は1位しか奨学金がもらえないので、あとは無遅刻無欠席だったら、奨学金をプラスでもらえるんですけど、なので私は1位というところにこだわって3級4級を勉強してきました。はい、自分の努力次第で全然1位を取れると思うので、もし1位取りたいとか、語学堂で勉強頑張りたいっていう人は3つ言ったこととプラス自分の努力でどうにかなるよっていうことだけお伝えして今回の動画は終わりたいと思います。はい、今日も見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。